今日はだし巻き卵を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はだし巻き卵を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、基本のだし巻き卵を作っていきます。だし汁はですね、だしの素で手軽に作れるレシピをご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、お水、みりん、薄口醤油、だしの素、そして焼くときにサラダ油を使用していきます。まず卵のサイズなんですが、今回は L サイズの卵を3つ使っていきます。そしてだし巻き卵ということで、今回は手軽にできるだしの素を使って作っていきます。こちらはかつおだしになります。もしご自身でだしを作っている場合は、そちらのだしを使っていただいて OK です。その場合はお水と同じ分量にしてください。そこにですね、塩を1つまみぐらい入れていただくとちょうどいいと思います。そしてお醤油ですね。こちらは薄口醤油を使っていきます。もしない場合は普通のお醤油でも大丈夫です。普通のお醤油を使うと少しね、醤油の色がついてしまいますので、今回は薄口のお醤油を使っていきます。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではね、早速作っていきたいと思います。まずだし汁を作っていきます。お水にだしの素を入れてください。そして混ぜましょう。軽く混ぜたらですね、一度こちらを温めます。電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜて、だしの素をしっかり溶かしてください。だし汁の準備はこれで OK です。こちらはですね、このまま粗熱を取ってください。それでは続いてボウルに卵を割り入れます。このように割り入れたら、まず卵だけね、混ぜてください。はい、このように混ぜてください。そうしましたら続いてここにみりん、そして薄口醤油、この2つを入れてよく混ぜます。それでは続いて先ほど作っただし汁を加えてください。そしてよく混ぜましょう。だし巻き卵はこのようにだしがたっぷり入った状態で巻くので、少し巻きにくいかもしれないんですが、その分ですね、ふわふわプルプル食感に仕上がります。ただどうしてもうまくいかない場合は、だし汁を 60ml ぐらいにしていただくといいかなと思います。はい、このようによく混ぜてください。そしたらですね、一度こちらの卵液をこしていきます。一度こしていただくことで仕上がりがとても綺麗になります。そしてこす時なんですが、こういった注ぎ口がついてるものを下にしていただくと、巻いてる時にね、このように注ぎやすくなるので、こういったものがあればね、使ってください。それではね、こしていきます。できるだけ網目の細かいものでこしましょう。はい、OK です。一度こしていただくと、このように研ぎきれなかった白身とか、あとは辛さ、そして卵黄膜などを取り除くことができます。卵液の準備はこれで OK です。それではね、焼いていきます。まずフライパンにサラダ油を敷きましょう。こちらですね、サラダ油を染み込ませたキッチンペーパーですが、この後も使っていくので、こういった器にね、入れておきましょう。そしたら火にかけます。火加減中火です。まずですね、フライパンを30秒ほど温めてください。はい、30秒経ちました。そうしましたら一度菜箸の先に卵液をつけて、チュッと焼けるかどうかチェックしてください。これでね、チュッとやった時に焼ければ OK です。そしたらね、卵液を流し入れます。火加減は中火で焼いていきます。だし巻き卵はね、ポイントは半熟の状態で巻いていくことです。なのでまだね、この表面が揺れるぐらいですね。このぐらいでもう下から上にね、このように寄せます。この時はまだね、巻かなくて OK です。こんな感じでね、下から上に寄せていきます。上から下の方がやりやすい時は、上から下に向かって寄せても大丈夫です。このように半熟の状態を作ってください。そしたらですね、ちょっとフライパンが熱くなりすぎるので、フライパンを火から離して、そして油を敷きます。そして油を敷いたらフライパンを置いて、そしてですね、また卵液を流し入れます。結構ね、たっぷりめに流し入れてください。そしてこのね、卵をね、ちょっと持ち上げて、この下にも卵液を流し入れます。そしたら半熟の状態で一巻きします。よいしょ。そしてまた一巻きします。
よいしょ。はい、でちょっとね形を整えます。またフライパンを浮かせて、この空いてる部分に油を敷きます。そして卵をねスーッと移動させてください。もうねこの状態でプルップルです。そしてまたね空いてる部分に油を敷きます。この時もね火からフライパンは離してください。そして卵液を流し入れます。たっぷりめに流し入れてください。そしてまた同じようにね卵の下に卵液を入れてください。今度はこの上の部分を中心に火を当てて、そして半熟の状態で一度一巻きします。そしてまた戻します。そしてこの下にまた卵液を入れてください。そしてまたこの上の部分に火を当ててください。すごいプルプルですね。そして巻いていきます。よいしょ。ポイントはね半熟の状態で巻くことですね。これも巻いていきます。よいしょ。ちょっとね形を整えます。またサラダ油を敷いてください。そしてずらします。またね空いてる部分に油を敷きます。そして最後残りの卵液をたっぷり入れます。だし巻き卵はね結構一回一回がねたっぷりめに入れてください。またね先ほどと同じように卵液を入れたら一度くるっと巻きます。そしてまた戻してこのように卵の下に卵液を入れてください。これをね1回やっていただくと仕上がりがすごく半熟になります。このように表面がねまだプルッと動く状態で一巻きしていきます。よいしょ。またね今度はこの卵が乗ってる部分ですね、ここに火を当てて、そして最後はですね一度裏返しましょう。よいしょ。OK です。このようにプルプルに仕上がりました。それではね巻き酢を用意してください。ない場合はキッチンペーパーなどで OK です。ここにね出します。よいしょ。こんな感じでねすっごくプルプルです。そしたらですねこちら巻き酢で巻きます。ちょっとね形を整えます。このままだいたいね5分ほど置いてみてください。キッチンペーパーを使う場合はキッチンペーパーの上に置いて、そしてキッチンペーパーでだし巻きをくるんで5分ほど置いてみてください。それではですねちょっと粗熱を取っている間にトッピングの大根おろしすりたいと思います。こちら分量外なのでお好みで OK です。はい、OK です。あとはですね少し水分を絞って最後ね盛り付けに使いたいと思います。はい、それではね5分ほど経ったので切りたいと思います。時間が経ってもねプルップルです。それでは切っていきます。今回はね5等分ぐらいにしたいと思います。はい、このようにお出汁がたっぷりで美味しそうに仕上がりました。はい、これでだし巻き卵の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにお出汁もたっぷりでプルップルに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お出汁がたっぷりですごく美味しいです。そして卵もプルッと柔らかい食感に仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のだし巻き卵のポイントです。まず卵のサイズなんですが、今回は L サイズを使ってます。もし M サイズの場合はですね 3.5 個分ぐらい使っていただくといいかなと思います。そしてお醤油なんですが薄口醤油を使ってます。こちらもし薄口がない場合は普通のお醤油でも OK です。薄口にしていただくと卵の色味をキープすることができますので、仕上がりをきれいにしたい場合は薄口醤油がおすすめです。そしてその後ですね材料をすべて混ぜたら一度卵液をこしてください。この一度こす作業をしていただくとお店のようなとても綺麗なだし巻き卵に仕上がります。そして焼く時のポイントです。まずフライパンを温めて菜箸の先に卵液をつけてきちんとフライパンが温まってるかチェックしてください。この時にね卵がすぐ焼ければ OK です。そしたらですねその後卵液を加えて、まずトロトロの半熟の状態で下から上に卵を寄せます。1回目はね巻かなくて大丈夫です。もしね下から上がやりにくい時は上から下にね寄せていただいても OK です。そしたらその後はですね空いた部分にサラダ油を塗って、そしてまた卵液をたっぷりめに加えてください。このだし巻き卵のポイントなんですが、半熟状態で巻き込むようにしてください。そうすることでとてもプルッとした柔らかい食感に仕上がります。これでね完全に固まってから巻いてしまうと仕上がりが硬くなってしまいますので注意してください。巻く時なんですけれども、今回私はゴムベラを使ってます。ゴムベラをですね
面積が広い分卵の支えが多くなるのでくるっと巻きやすくなります。そして卵液を加えたらですね、半熟の状態でまずねその場で一巻きしてください。そうするとですね、卵の薄い層ができて柔らかい食感に仕上がりやすくなります。もし間に合わない時はですね、そのまま巻いちゃっても OK です。ただですね、必ず半熟状態で巻くようにしてください。そして巻き終わったらですね、巻きすやまたはキッチンペーパーの上に出して全体をくるんで粗熱を取ってください。そして粗熱が取れたら食べやすい大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。だし巻きはね、少しね水分が多い分巻きにくいんですが、ゴムベラを使っていただくと比較的ね巻きやすくなると思います。コツをつかむと簡単にできるので是非作ってみてください。はい、ということで今日はだし巻き卵を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。